前は？今回私たちが購入したのはこちらの車両になります。車名はサンライト A68 になります。ベース車はイタリアのフィアットデュカトです。そして今回は初めての中古キャンピングカーになります。2022年式モデル、走行距離2300キロの車両を購入しました。それでは早速ですが、新しい相棒の紹介に入っていきたいと思います。はい、ということでね、今ね、実際中に入ってきました。こちらですね。今ね、僕はね、運転席と助手席の間に立っております。こんな感じです。僕がいるのはね、運転席と助手席の間。で、こんな感じで、車内が見えております。で、うーちゃんが座ってるのが3列目のシート。そう、このね、車ね、実は2列あるので、ここにもシートがあります。で、今ママが立ってるのが、すごい中途半端なとこ。一番後ろはここ。がベッドのところですね。リアのベッドです。広いよね。こんな感じになっております。全長はね 6.6 メーターということなので、前回のボンちゃんよりもプラス 1.6 メーター。ママ1人プラスちょいぐらいあります。で、そうで、この廊下ね、見ての通りなんですけど、全面フラットです。この車のね、すごいいいところがね、この部分ですね。フラットなので、まあうーちゃんもまあもちろんそうだけど、あんずもね、負担なく歩けるかなというようなレイアウトになっております。で、基本的にね、これ、気づいた方もね、もしかしていらっしゃるかもしれないんですけど、ママがね立ってるところ、ここ2段ベッドです。はい。ボーンと似てます。 R2B と一緒で、後ろが2段ベッドで、ここね、うーちゃんが寝るここ、こんな感じで、今僕が立ったところの上にですね、バンクがあります。こんな感じですね。バンクベッドです。基本的にはこのバンクベッドに上2人と後ろに2人というようなレイアウトになっております。リビングね、これダイニング、うーちゃんが今座っているところです。こちらですね、ダイニングになっております。いいね。あんまり変わんないよね。あんま変わらない。で、前と同じようにね、この窓もあります。窓はね、こういう上下そうだね、ついてます。で、こんな感じになっております。カーテンもついてます。カーテンはね、なんかレースカーテンっぽいからね、そうだね。これはあんまなかったからいいね。で、こんな感じでね、ダイニングで、これね、下もね全部マット引いてあります。これね、標準でマットがついてますよ。これね、すごくね、この辺もね、安全も滑らなくていいんじゃないかなっていう、よかったね、っていう感じのレイアウトです。はい、で、この反対がこっちですね。これキッチンね。はい、キッチンです。これね、開けるとね、なんと3つ口コンロになってるんですけど、これはあれ自動点火はできないから着火マン方式らしい。あとこれほら全部取れる。だからここが取れるから掃除が楽っていう。そうね。これ未使用品です。今回僕ら買ったのは中古キャンピングカーなんですが、走行距離がね2500キロということで、ほぼほぼ走っておりません。なのでこういうね設備一つ一つもね全然使ってません。車中泊したことない車みたいなので、その辺はねすごくねいい車両に出会えたかなと思っております。で、隣が水道、シンク、メインのシンクね。で、混合水栓、お湯が今回出るようになったので、こんな感じで。あったかくなってきた。っていう感じらしい。これね今回初めてだね、ボイラーはね。で、閉めれるよっていう感じ。うーちゃんお湯出るんやで、お湯。シャワーじゃなくてもそこのも出るんやで。で、ここ、はい。あ、これなんだっけ？これ換気扇がつきました。なんか話によると、確かこれはなんか排気ダクトがなくて、循環式のみたいだね。になってるみたい。面白いね。ライトもつくしね。照明付き。上はね、大型の収納なんです。いっぱい入るね。嬉しい。めちゃくちゃ入るじゃん。何入れよう。
すごいよね。こんな感じでね、棚収納がねかなり大きいです。いいです。ふーちゃんは届くじゃない。でこの収納棚は後ろにもあって、そう。この上にもありまして、真ん中を押して上に上げる。あ、ちょっと力がいるね。力と。ここもね、何がいいって仕切りがあるのがいいなって思った。ですごいいっぱい入るじゃんまた。そうね。まあ多分綺麗なら今日だけだね。またお家帰ったらね、詰める。いろいろね。でこれほら。ついに最初からダンパー式。ダンパー式。これありがたいです。腕が噛まれません。でキッチンの下はここから行くよ。収納があります。大型の。これはね、助かるね。これ大きいよね。うち荷物多いじゃん。それがさ、解決できるからさ。確かにね、これはかなり大きいかなと。その横も、まあ上ね。上はカトラリー系を入れるところ。だね。これもさ、大きいね。大きい。いっぱい入る。ありがたい。も入る。最高。で今回はこの下ね。てか本来は同じようにこっちにもなんかこう扉？棚がね。そう棚があったんだけど、それを加工してもらって。電子レンジが入ってなかったんで、オプションで電子レンジを入れてもらいました。棚加工済み。これ綺麗にやってもらったよね。そう。これそうなの。下もだからね、新しく作ってもらってる。そう。これ？こんな感じで普通の電子レンジ。これは使い慣れた電子レンジ。ボンの時と同じやつですね。たださ、ここにあるからさ、使いやすいよね。うーちゃんでもさ、できるじゃん。そうだよ。ふーちゃん今度から自分で電子レンジできるじゃん。ね。ふーちゃん温めてって言われる。使い方がお手伝いできる。で、その横。そう、これ横にも棚があって。じゃん。これ奥行きめっちゃあるのね。そう、こんな感じです。わー、すごい。何入れようって感じ。そう、ほんとね、今回のね、この A68 はね、収納力がすごく高いモデルになっております。で、ここにもね、間接照明が地味にあるんですよ。ね。そこもいいよね。おしゃれ。そしてその後ろそのまんま行くと冷蔵庫コーナーかな。冷蔵庫コーナー。じゃあ冷凍庫。冷凍庫です。わあ。こんな感じで。大容量。これもないね。今までにない大容量さ。うち冷蔵庫いつもちっちゃかったからね。そうなのよ。いつもみんなに入れてって言ってたの。それがさ、こんなに広くなりました。知らなかったんだけど、ここちゃんと落ちないようになってる。あ、返しがね。そうついてる。面白い。そうで、この冷蔵庫とは別に一応ね、ここにねテレビが入っております。こんな感じで。これね、テレビね、どんな感じかっていうとね、ちょっとね、今ね、動画でお見せします。これをまず、はいはいでここに爪がいます。はいでこの出してもらって、で爪をふーちゃん見て、ロックを解除。テレビがこんなとこについてますと、こんな感じでテレビついてます。すごいね。でこれは収納もできると。使わないときは収納可能。ふーちゃんすごいじゃん。ふーちゃんここでゲームできるんじゃない？頑張ってつなげばスイッチできるんじゃない？ HDMI ちゃんと。あ、ちゃんとありますね。はい。HDMI あるからいけるな、ゆうちゃん。あ、すごい。こんな感じで折りたたみでこの中にこんな小さいところに入るみたいです。もうちょっと大きいのでもでも19ぐらい。まあでも結構いっぱいいっぱいですよね。もうワンサイズぐらいしか変わんないですもんね。で冷蔵庫の下にも少しだけね、この収納コース。なんか多分本当はもうちょっと奥行きあるんだけど、中に多分何かが入ってる。この中なんかあれだな、レインコートとか入れとこうかな。ちょっとしたものですぐ出せるもの。ね、その横はじゃじゃーん。これもねありがたい。これねクローゼットですね。なんか洋服だけじゃないけど、多いからね。そう。でそれが全部さ、ここに収納できるからさ、
それは大きいよね。うん。今までほらベッド潰してたじゃん1個。そう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 。それがいらなくなる。そうそうそう。それがすごい旅するのにありがたいよね。でこの下うん。はじゃじゃーん。ここはねちょっと機械的なものが入っててボイラーが入っております。ボイラーがね経由式のボイラーになっております。ガスはねこの冷蔵庫の3ウェイ以外はね基本あんまり使わないです。あとコンロかな。なので基本はねこのディーゼルヒーターっていうねディーゼルでねできるので、軽油がねあればお湯が作れるといったような仕組みになっております。だからその辺ね FF もね軽油でできるんで、ちょっとね、今までのねボーンとかと似てるところはあります。ただお湯も作れるっていうのが今回の変わった点かなと思います。はい、そしたらねマルチルームどうぞ。こんな感じになっております。すごいね。ふーちゃんどう？入れるよ、シャワー室に。ふーちゃんがシャワー室に入るとこんな感じになります。今回このマルチルームね右側にトイレ、これ電動のカセットトイレですねがついて、左側にシャワー室がついております。これちゃんとねシャワー仕切れるやつですね。そこからふーちゃんがねジャーっとこれいいよね。ふーちゃんどう？なんだろう、奥行き感があっていいとは。入れそうシャワーに。シャワー、さこんな感じでねキャンプ場とか行ってねシャワーとかないところでもねここが使えれば結構いいんじゃないかなと思っております。旅の仕方をねやっぱ変えるときにすっごい悩んだのがこのシャワーなんですよね。シャワーだけはどうしてもね後付けがね難しい、できなくはないんだけどちょっと難しくて、そこだけがねずっと悩んでたんですよね。だから今回ねやっぱねここの A68 はねシャワー室がねちょっと孤立して独立式で使えるっていうのがねすごく魅力のポイントかなと思います。収納もあるからいいよね。そうそう、この下にとかにねここにも収納があるし、でここね水栓さっきと同じようにね使えます。こっちに収納ですね。こんな感じで棚がついてます。でここもねこんな感じになっております。これがねマルチはね結構ね今までとね違うポイントかなと思います。はい、で続いてですね、ベッド。これねベッドがね今回かなり大きくなりました。基本的な構成はね一緒なんですけども、はしごもさ長いよねいつもより。なんか急で怖いな。こんな感じですね。ちなみに高さは3メーター20近くあります。車のね。で、うーちゃんがあぐらをかけるぐらいの高さがあります。どう？ここに窓がついてるから、うそこだけだったら正座はギリいける。ねちなみにうーちゃんは横になって横っていうかゴロンしてみて。こんな感じですね。全然余裕そうだね。広いねやっぱり。高さうーちゃんやっぱボンちゃんと違う？違う、手つかない。そうだね。手ついたもんね。手ついた。あと幅？なんだっけ幅。そうね。なんか多分奥行きはどちらかさボンちゃんの方が大きいんだよね。奥行きはね。でもこのね車の幅がでかいんで、やっぱその分だけベッドもでかいです。この車ね中古車っていうね話をさっきさせてもらったんですけど、こういうのね見てもらうと分かるんですけど、実はねまだ使ってもない。新品の時の袋のまま2回封品です。なのでよくね中古のキャンピングカーとかだとちょっと寝るところがとかねそういう話聞いてたんですけど、その辺はね全然、問題なくというか、僕らが初めてになるんで、すごくね気にせず使えていいのかなと思っております。そうでベッドはね後ろもあるんで、じゃあ次うーちゃんの後ろ行ってもらいましょうか。はい、こんな感じですね。リアベッドです。まずはじゃあ下から行きましょうか。オッケー。まずはね下のベッドこんな感じです。私ここで寝るこんな感じ可能です性もあるんだよ。うーちゃんはなんかここで寝たいらしい。そう、寝るかもしれないし、ここもあぐら、ふーちゃんの遊びがね。いら、うーちゃんの秘密基地。正座。これねちなみに前から見るとこんな感じです。結構ねベッドはベッドで広いです。そのまま上行ける2段ベッド。オッケー。どうぞ。これね2段ベッドの2段目です。こっちどうかな。ちょっと見えなくなっちゃうからこっち行った方がいいか。まあでも普通に座る分には座れるね。で上の段はなんかねちょっとその置き場があるんだよね。置き場があって、あと向こうに窓もあって、でここに照明がついてると。でカーテンね。そうだね。でカーテンがついてると。カーテンは長いからそうだね。こんな風に下までね
こんな感じで完全にカプセルホテルちょっと大きい版になります。どう？いい感じ？うん、ちょっと思うよ。よいしょ。まあこんな感じでねベッドは作られております。僕らねやっぱねこの形 R2B と同じ形がね好きなのでこの形を今回も選びました。で照明ねここだけ1個ね実は追加しております。これね標準じゃないんです。僕のお願いで Amazon で買ったやつをつけてもらってます。明るくなったよね。ね。であとはねこちらねこれはねなかなかレアなアイテムでまだね日本でつけてる人もそんなにいないということで、こちら100ボルトルーフインバーター式エアコンです。でこちらのね仕様はねちょっとね担当のね東和のね担当の方にねちょっと説明してもらおうかなと今思っております。はい、こちらね今見えてるのこれエアコンですね。光りますエアコン。100ボルトのインバーター式のルーフエアコンです。大きさは前回ついてたのアベンタとアベンタがちょっと大きいですかね。こっちは若干ただもう少し大きかったですね。あ、本当ですか。はい、幅は同じぐらいかな。長さはこっちの方が小さいです。でこれは背中に室外機を背負ってるので後付けでね外に室外機を引っ張ったりとかそういうことしなくていいと。家庭エアコンと違うのがすごくコンパクトにこう収まるというモデルになっております。これもね今回オプションで付けていただいております。これこんな感じで表示が液晶がここについてまして、温度設定ですね。でこれと同じことをこのリモコンでもできるんですよね。はい、このリモコンからも同じようにできます。まあ、冷房、送風で暖房、あと除湿ですね、はい、の機能がついております。まず基本的な使い方はまあ普通のエアコンと変わらないですよね。あとオートがついてます。はい、まあ、そんな感じでですね、このね新型のエアコンまだねちょっとね夏になってみないとね正直わかんないところもあるんですけど、冷媒能力がね3キロ以上あるというので、結構冷えるんじゃないかなと思っております。でこれの関係があったのでリチウムがね別で600積んでおります。もうほんとこれ専用ぐらいにも考えてますので、だいぶね夏でも活躍するんじゃないかなと思います。やっぱねその理由としてはねこのやっぱアンズがいるんでね、その辺ね待機する時とかね車の中暑いとかわいそうっていうか、大変なことになっちゃうんで車の中ねしっかり冷やせるようにルーフエアコンでインバーター式でしかも600を積むという感じでもうね割と最強。そう電源はね最強システムを組んでます。ちなみにねブルーティーのねチャージャー2も今回ね組んでますんでポータブル電源もねそこから充電できるようにしております。あとはそうだねこの椅子の下も収納になってんだよね。あ、そうだね。ここにねこんな感じで収納がついております。結構入りそう。この辺ねまだ何入れるか決めてないけどちょうどいい。はい、あとはねちょっとねこちらもねオプションになるんですけども、このねシート実はねこの A68 ってこれが標準です。回らないんですよ。デュカトって聞くとみんなシート回るイメージなんですけど、このね A68 だけはね回らないんです。これなんでかっていうと、2列目3列目がこうやってあるのと、あとねなんかねシートの幅が大きいらしくてなんかねちょっとサイズが違うみたいです。なんですけどこれもねアフターパーツで回転台座っていうものが出てまして、こちらね今回ね東和さんにねつけていただきました。今回東和でもね初めてって言ってました。初の試みね。どんな感じかというとねこちらの動画になっております。はい、こんな感じでぐるっと、そううちのはねシートの幅が広いみたいでそれを回転させてるんでちょっとねこれ前後動かさなきゃいけない。こんな感じでありがとうございます。そうでもこのね回転台座をつけている A68 っていうのはないんで、そう初です。そうちなみにこの車ね、この間ねちょっと調べてもらったらこの型で販売した台数がなんと8台しかないってことなんだ。日本に8台しかない車なんでそのうちの1台です。でここがね回転するとこんなねリビングでも3パターンこう席ができると。ちょっと店長座って足の長さがバレる絶対プラプラします。結構高いですよねそここんな感じです。こういう感じでなんかできる。でここ席もあるから。そうこれ結構ね今回ね目玉な運転席でした。3人でねこう座ってここいやいいっすよね。女子会に入れない人みたいなどうしてもねこのレイアウトだと回んないんですもんね、はい、ここだけしかなかったんでこんな感じで回転台座入れていただきました。
はい、こんな感じでね、前の座席がねくるっとできるといろんなね、バージョンでね、この回もね楽しめるんじゃないかなと思っております。まず右ハンドルで扉が反対なんですよね。そうですね。ボーンとかと違うのが。はい。でこっち側助手席側、ハンドルはね右なんですけども、助手席側が左で、今回ね扉が向こう側になります。これがガスですかね。はい、給油口まず。あ、そこ給口なんですね。はい、あ、でアドブルー。アドブルーです。あ、こんなところについてるんですね。これは手動で開けていただいて、はい、あ、これ手動なんですね。はい。これは鍵を入れてはいはいはい回す感じです。あ、タンクは回すタイプで。はい。あ、で回す。わかりました。でこっちがガスですかね。はい。鍵単純に2種類しかなくて、はい。コーチ部分に関してはもうこの鍵1本です。あ、はい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 。はい。あ、楽でいいですね。はい。まあボーンとかと一緒ですね。はい、やっぱり開けて一回閉じちゃえばまた押せば閉まると。はい。でこのままロックありますので開けます。でガスですね。はい。これ今回初めてのガスです。8キロボンベ2本ですね。はい。はい、おお、結構これあれなんですね。こんな。ここはシールですね。飛び出ないようになってるんですね。はい、これって2本つながってるじゃないですか。はい。これって今片っぽしか使わないけど2本はつながってるって感じですか。そうです。僕のこの車あんまガス使わないんですよね。はい、使わないですね。はい。で給水口です。これ今ロックしてないんですけど、はい、点検したんで押して回す感じです。お、はい、爪があるので爪合わせてもらって、まあこれで。あ、このキーもさっきのキーとじゃあ一緒なんですね。そうですね。へえ。これでもう抜けないので。あ、はい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 、はい。押せますけど抜けない。これはトイレですよね。トイレですね。これの鍵も一緒ですか。これも一緒です。これ今開いてるんですけど、はいはい。はい、閉めるときはこのこれで押せない。あ、はい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 。い。へえ。みんな同じ鍵なんだ。あ、これは一緒ですよね。はい、普通のカセットトイレですよね。はいはいはい。未使用ですね。未使用でした。未使用トイレ。トイレ。そう、この車ね、先ほども言ったように走行距離2300キロしかしてないんで、はい、車中泊も未使用ですよね。はい、これはね、完全未使用使用。排水系がここです。はい、ああ、はい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 。これは最後あれですよね。排水出す時の。そうですね。排水タンクの排水。これを回すんですよね。これを回します。このコックはちょっとキッチンの方に置いてあるんですけど、はい、まあ四角なんでスクエアなんでこのままグッと回すと、はい、ドボドボと出てきます、ね。あ、これまたね後ろが。はい、これがバゲッジですね。これも鍵はさっきのと一緒ですよね。はい、一緒です。でくるって回して開けるタイプで。でこんな感じでスペースがあります。で今回ここがバッテリー後付けしております。リチウムと。そこのシステムがここのトランクに入れてあります。このままいくとサイクルキャリアが、はい、一応今ロックしちゃってますけど、はい、本来これはフレームを押さえるアームですね。六角ここにいるんですけど、六角を緩めるとここにちょうどそれぞれこことフレーム固定してるところあるんですけど、これ緩めればこれ左右にずれます。なので3台乗せるってもさすがにこれ狭いので、まあテレコにしてあげたりとか。なるほどなるほど。はい、この間にですねタイヤを入れる場合、まあこれで必ずベルトのロック外れるので。はいはい。なんかタイラップみたいですよね。そうですね。あ、そうですね。これもなんか使ってなさそうですよね。使ってないですね。傷もないし。傷がないってすごいですよね。サイクルキャリアだけど傷がないっていう。はい、でこっちもこれは同じですよね。はい。これ後ろの。うん、そうだね。パッケージこんな感じにしてもらってます。でこれ、ね、段ボールねそのまま入れといてくださいって頼んであったんで、これはね僕らがお願いしております。でこの高さ結構あるんで、まあ、ここにね折りたたみの自転車ぐらいだったら全然入りそうだなっていうぐらいスペースがあります。そうちなみにベッドなんですけどこんな感じで上がりまして、そうすると向こう側から結構背の高いもの入りますよね。入りますね。この大きさこれはあんまりないですよね、このタイプ。はい、ほら本当だ本当だ。くーちゃんが立てるぐらいのスペースがあります。そこでいいんじゃない。そこに止まらないといけない。すごいね。138センチぐらいはあるってことだね。140センチぐらい。ね、あるね。でこれ倒すときはそのままこれ引っ張るだけですか。はい、このロックで
あとは自重で、まあ、はい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 ここも最後ロックありますけど、あ、カチャって。はい、こうロックしてはい。で、OK って感じです OK ね。ですね。これこれね、また後ほど説明しますけど、これもね、新車の時のやつですよね、これ。そうですね。新車のビニールがまだついてるっていう。全部クランクハンドルがいまして、これ足が出るんですね。固定ジャッキになるので、そんなのもついてたんですよね。はい、初めて知った。面白い。で最後あのピンで下に下ろしてる、はい、長さ調整してこれやっぱ揺れないんですか、これ。揺れないですね。すごい。こんな感じでパケッジでした。で、こっちは特に触るものではないですよ。冷蔵庫そうなんですね。冷蔵庫トルマの排熱系とトルマボイラーの排熱。あとこれ電源ですね。はい、電源外部コンセントです。おー、すごい。こんな感じで今ざっくり外装行ってきました。ポンちゃんありがとう。さあ準備が整ったかな。この辺が怖い。どの辺？アクセルとブレーキがちょっと感覚が違う。ああ、慣れるまでがねやっぱり難しいよね。ありがとうございました、東和さん。また。これですか。すいません、どうも。ありがとうございました。おでかい。お、でかい。全然違う。なんだこれ。すごいね。ちなみに後ろはこんな感じ。どう？乗り心地違う？全然違う。全然違う？すごい絵になる。はい、ということでね、今回ですね、思い切って、中古ですけども輸入車キャンピングカーを購入しました。初めての輸入車キャンピングカーです。はい、初めてです。もうね、びっくりだよね。まさかこの手を乗る日が来るなんて。思いもしなかったね。そう、自分たちもね思いもしなかったし、多分見てる人も思いもしなかったんじゃないかなっていう。カービィから始まり、ボンちゃんになり、そして新しくサンちゃんということで、乗り継ぎました。で、初めてのね中古キャンピングカー。正直ね、僕らねキャンピングカー今までいろいろね3台乗ってきて、使ってみて分かったんですけども、やっぱね新車でなくてもいいんじゃないかと思う場面がね多々ありました。どちらかというとね、巡り合わせでね、いい車に巡り合えたらいいなっていう気持ちで探しておりました。で、今回ね、このね、サンライトの A68 につきましても、実はね、日本でね、この方の A68 8台しか販売してないということなので、かなり貴重な車になっております。そうで、そのうち2000キロしかしてないのは多分この車1台なんじゃないかなっていう。ある意味巡り合わせそう。だよね。もう多分出てこないんですよね。なので今回ねこちらをね思い切って購入しました。旅のスタイルとしてね、僕らね、以前も少しお話しさせてもらったんですけど、最近はねちょっと変わってきてね、観光地っていうよりかはちょっとゆっくりしてね、シャワーとか使ってなんかこう完結型のね旅がしたいっていう思惑もあったので、そういうのもねすごくねタイミングよく出揃ったんじゃないかなと思っております。ふーちゃんどう？新しいサンちゃん。でも綺麗だよね。綺麗。広いね。そう、すごい広い。カービィからポンちゃんからサンちゃんに、ふーちゃん曰く乗り継いでるらしいです。だからふーちゃんこの子はカービィなんでしょ。カービィの魂が受け継がれたサンちゃんだそうね。ちなみにサンライト A68 はドイツドイツ。の車らしいです。フィアットはイタリア車なんですけどメーカーはドイツと。でボンちゃんはボーンっていう名前は実はドイツ語です。なんかいろいろこう。そう縁があったんじゃないかなということでね、今回ねこちらの1台を選びました。はい、なのでぜひですね、ボンちゃんの時もねたくさん動画を見ていただいたんですけども、こちらねサンちゃんになってからもね、応援していただけると本当に嬉しいです。僕らもね今回初めての輸入車なので、多分ね分かんないところもまだまだいっぱいあるし、実際使ってみないとね人に勧めたりね、こういうのあんま良くないよとかも言えないかなって僕は思ってまして、なので、キャンピングカーねもう8年乗ってライトキャブコン、それから国産の普通のキャブコンで輸入車のキャンピングカーということで、それなりにねいろんなもの乗ってきたかなと思っております。そういったね情報もね皆さんにねお伝えできたらいいなと思っております。国産と輸入車の違いとか、新車と中古車の違いとかね、
そういうのもね今後ねちょっと配信できたらいいなと思っております。はい、なのでねぜひ今後とも応援よろしくお願いいたします。ういチャンネル第3弾、ここから始まります。みんなよろしくお願いします。よろしくお願いします。それじゃあまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。バイバーイ。チャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタンもしたら、じゃあまたね、バイバイ。